はい、皆さんこんにちは。今日はですね、韓国の歴史そして現代史の中でもとても、転機となったその内容、つまり朝鮮動乱についてお話をしていきたいと思います。これはですね、ドラマとかですね、それから映画にもたくさんなっている、とてもですね、劇的なそのような歴史的な転換期という意味でもですね、注目されている内容でもあります。これはですね、韓国では625動乱とも言ったりします。6月の25日ですね、1950年の6月25日に、起こったですね、その戦争ということで、そのように625動乱と言っています。もうですね、70年80年ですね、もう1世紀も経っている、そんな振り返ればですね、戦争なんですけども、今でもですね、離散家族の問題とかですね、孤児の問題ですね、そういったものを引きずっている、そういう事件でもあります。でこれはですね、もともとですね、日本の終戦が起こってからですね、韓国では解放というんですけども、その解放が起こってから、ソ連がですね、この北側を軍事的に統治するようになります。で南はですね、アメリカ軍がですね、ここにおいて、統治して、そして軍政を引いていくんですけども、このソ連とそのアメリカにおいてですね、38度線を境にこの軍事的な政治が統治が決まってくるわけです。で、この、北はですね、金日成がですね、ここにおいて、社会主義を中心とした国づくりを、進めていくんですけども、南をですね、社会主義国家として統一していくというような考えであったわけです。ですから、ソ連とですね、それから、時はですね、中国共産党ですね、中共にですね、要請しながら何かその惨事があった時にはですね、協力するというような約束を立てたわけです。ですからこの金日成においてはですね、この6月25日の戦争というのはですね、南を解放するという解放戦争であったわけです。その前にもですね、この38度線を境にですね、たくさんのその銃撃戦とかですね、戦闘があったんですけども、北側としてはですね、このアチソンという、国務大臣がですね、アチソンラインというものを定めました。それは、極東においてですね、このですね、アメリカがですね、支配するそのラインというのはですね、この日本までだということで、韓半島を含めていなかったわけですね。ですからこのアチソンラインをもとにですね、防衛線がこの半島には及ばないということもあってですね、この北はですね、ここにおいて、侵略を考えていたということにもなったわけです。そして、いよいよですね、1950年の6月25日の未明にですね、戦車がですね、突如、襲ってきたということなんですけれども、この時はですね、ちょうど休暇の時でですね、軍人もですね、故郷にふるさとに帰っていたりとかですね、休んでいた、そういう時であった時に、突如そのたくさんのですね、戦車が南に押し寄せてきたということで、急のですね、そういう、襲撃であったということなんですね。それによってですね、ソウルはですね、すぐに占領されてですね、そしてテジョン、テジョンというのはこの真ん中にありますけれども、テジョン、そして最後にですね、プサンまで押しやられてですね、もうプサンしかその南はですね、抑えることができない状況であったと。そこにおいて、大韓民国をこのプサンに臨時首都としてですね、定めていくというような状況になっていきます。ですからもうあとですね、プサンしか残っていないそういう中で、7月の7日ですね、国連軍が結成されます。でこれはですね、6月の25日にトルーマンがですね、国連安全保障理事会を開くんですけども、ソ連がですね、なんとですね、ここにおいてボイコットをしているということもあってですね、ここにアメリカを中心としたですね、国連軍を16カ国の国連軍が結成されていくということですね。
そして国連軍の司令官をマッカーサーが任命されていくということになります。これがですね、2段階目の国連軍の形成ということになります。ですからこれ4つですね、今段階を分けていたんですけども、まずはですね開戦があってですね、そして国連軍が形成されて、そして、残りはですねこれからお話ししますけども、ここにおいて国連軍が形成されていくということになります。そしてですねこのマッカーサーがこのプサンからですね押し上げてですね、そしてこの北の軍隊をですね押し上げていくというようなこともあったんですけども、これに反してですねこれではいけないということであってですね、このインチョンですね、インチョンにこの上陸して、そして補給路を断つというようなことを主張します。しかしこれはですねアメリカの国務省からですね反対はあってですね、なぜかというとここに軍隊を送るとですねここが手薄になってですね最終的にここが侵略されていくということもあったんですけども、日本のですね神戸、そして横浜、長崎から戦艦をですね送って、そして上陸させていくというような作戦を取ります。ここでですねチャンサという海水浴場があるんですけども、このチャンサというところにですね軍隊をこのカモフラージュですね送るわけですね。でここに送った軍隊はほとんどですね韓国の中高生だったと、全員ですね戦死したんですけども、ここに送りながらこのインチョンに1950年の9月の15日ですね上陸作戦を開始します。しかしですねこの上陸作戦を行うにあたってですねたくさんの障害があったと。それはですねこのインチョンというのはですねこれ潮の満ち引きがですねかなり激しいんですね。そして、満ち引きが激しいがゆえにですね、船がですねそこに到達する時間というのがですね、2時間しかなかったというんですね。その2時間の間にですね上陸させていかないとこの潮のですね引いた時にですね入ってしまうと、軍隊が入ることができないというような状況で、その2時間の間ですね船を上陸させていくと、そういう意味で500分の1しかですね成功することができないんではないかというような賭けをマッカーサーは行ったということなんですね。でそれだけではなくてですね、実際ですねこの船がですね入るための、その灯台ですよね、その灯台を韓国軍がですね、密かに奪ってですね、そしてその灯台があったがゆえにですね船がちゃんとですねその方向に入ることができたというような話もあります。でこのインチョンにはですね、ウルミ島というですね島があるんですけども、そこをですねまず奪ってですね、そしてインチョンに上陸させていくというようなところで、1950年のですね9月の16日ですね上陸作戦をして、9月の28日にそしてソウルがもう一度ですね回復していくというふうになっていきます。そしてイ・スンマン大統領ですね、その当時はイ・スンマン大統領がそこにもう一つですね北進をしていくんだということで主張しながらですね、10月の1日ですね38度線を越えていくと。ですから韓国では10月の1日がですね、国軍の日であるというふうに記念をしています。10月の20日ですね、20日に平壌を占領して、そしてずっとですね北進しながら、このアムロッカンというですね川が北にはあるんですけども、この中国との境ですね、そこまで進撃をしていきます。ですからもうあと一歩ですね行けばこの南を中心としたその統一の政府ができる、そういう状況であったわけですね。でその時にですね10月の25日ですから24日に到達して25日ですね、この中国人民共和国中共軍ですね軍隊がここに参戦をしていきます。でこれがですねなんと60万名とかですね80万名と
言われるぐらいのたくさんのですね軍隊がこの押し寄せて参戦して押し寄せてきたというわけですね。で、実際話によるとですね、この軍隊がですね、銃を持ってそして武器を持ってですね、入っていくと同時にですね、笛とかですね、太鼓を鳴らしながらそのアメリカ軍や国連軍をですねとてもこの恐れさせたというような話もあります。そしてこの作戦がですね、人海作戦と言われるくらいですね、人の海のようなその部隊がですね押し寄せてくるというようなところで、どんどんこの国連軍がですね、打撃を受けながらそして引き上げていくわけですね。でこの当時はですね、とてもこの気候がですね寒くてですね、零下30度40度のそういう気温だったと。ですから凍え死んだ人その兵隊も多かったというんですね。そしてどんどんこの下がっていく中で、平壌も奪われてですね、そしてここにフンナムというこの港があるんですけども、ここからですね、軍隊が脱出していくという作戦があったんです。しかしですねここで、避難民もですねここに集まってきてですね、なんとこの避難民がですね10万人だったと言われるぐらいですね。でアメリカ軍が4万人であるというぐらいのそのたくさんの人がここに集まってですね、そして、脱出していくんですけども、当初はですねこのアメリカ軍だけがですね、この戦艦に乗ってそして脱出するそういう予定だったんですけども、たくさんの避難民がいるということでここにその避難民を置いていくわけにはいかないということで、アメリカ軍はですね全部のその戦車とかですね武器を捨ててですね、そして爆破させてそして避難民を乗せてこの脱出していくというようなことがあったわけです。これがですねクッチェ・シジャンというですね映画にもなっているそういう背景になります。でたくさんの人がですねここに乗ってですね、そして無事にですねこのコジェ島に南のですね島に脱出していくということで、この間に誰もですね一人も死亡者がいなかったということで、ギネスブックにも載っているわけです。そしてなんとですね死亡者がいるだけではなくてですね、5人の赤ちゃんが生まれていたということで、アメリカ軍がですねここにキムチ1、キムチ2、キムチ2、キムチ3ということで、キムチ5ということでこの名前を付けたという話があります。でその後ですね、アメリカとしてはですねもう諦めるというムードがあったわけですね。ですからここにおいてもうこの南をですねその移民をですね、たくさんの移民をこの西サモアというですね、国に移住させるという話もあったぐらいなんですね。そして、しかしですね国連軍がまた3月にですね回復して、ソウルを奪還します。3月にソウルを奪還して、そして38度線を越えてですね、そこにおいてですね一進一退がずっと繰り返されていくわけです。で最後にですね6月にソ連がですね、これ以上ですね、もしその戦争が悪化するであればですね第3次の世界大戦にならざるを得ないということで、スターリンはですねここに休戦を提起するわけです。でその後ですね、この38度線を中心にいろんなその協議が行われるんですけども、やはりこの境界線をどうするのかという話とですね、それから捕虜がたくさんいたんですけども、この捕虜をどのようにして送還するのか、自由意志に任せていくのか、それとも強制的に奪うのかということにとてもその時間がかかったというんですね。それからですねアメリカ国内にも対立があってですね、マッカーサーはですねこの満州にですね原爆を投下して、そしてこの最後の決着をつけるんだというようなことがあったんですけども、人道的にですねトルーマンがそれはとても良くないということで反対をしてですね、最終的に4月にですねマッカーサーは解任されていくわけです。休戦会談がですねずっと続きでですね、なんと1953年にまでもつれ込んでですね、そして最終的に1953年のですね1953年の7月の27日に休戦協定が結ばれていって、そして休戦状態になっているということなんですね。
ですから熾烈なたくさんのですね犠牲者が生まれたということはもちろんですけども、こういった長い間ですね韓半島において、いろんなですね犠牲が払われたということになります。もちろんその韓半島の韓国の朝鮮の人もそうなんですけども、国連軍が参加したということもあってですね16カ国ですね、そういった世界的なその戦争ということで韓半島においてですね犠牲者が起こったということですね。160万人の犠牲者があったというふうにも言われています。それからですね、10万人のですね、離散家族がここにおいて発生したというふうにも言われています。日本はですねこの以降ですねやはりこの日本がとても重要なですね日米安全保障条約を結びながら、アメリカにとってはですねとてもその共産主義のその共産権のですね、防波堤になるためのですね国として、保障条約を結びながらですね、そしてこの朝鮮動乱においてですね、横浜や長崎といったところからですねたくさんのそのアメリカ軍が出発していくということにおいて特需ということで、高度経済成長に向かっていくわけです。最近の話題としてはですね、2010年にですねこのヨンピョン道というですね島がここにあります。でこれはですね実は38度線の内側にある南側にあるということで、韓国ではそのように解釈をしているんですけども、島民もですね1100人ぐらいですね、住んでいて、そして4000人の韓国軍が治めているんですけども、しかし北としてはですこれはヨンピョン道はですね北のものだということで今でもそのように解釈しています。そして2010年のですね11月23日の午後にですねこれヨンピョン道をなんとですね北がですね攻撃して、そして2名の死亡者が出ています。こういったことも含めてですね、まだまだですね、その平和ムードっていうのが徐々に高まってはいるんですけども、しかしながらですねこういったいろんなですね、銃撃戦とかですね、それから攻撃というものが、まだまだ続いているということもあってですね、いろんなですねこの韓半島においてはですね、どのようにしてこの北と向かい合っていくのかということがとても重要です。それから今もですね、このアメリカ大統領選挙を境にですね、さまざまなその中国共産党との関係においてアメリカ国内においてですね今話題になっていますけども、そういったこともですねこの朝鮮動乱から見るとですね、こういったものが関連づけて、考えられるのではないかということを思います。で今日はですね朝鮮動乱についてお話をいたしました。ご視聴ありがとうございました。